金子でございます。ということで今日なんですけども、毎年この時期になったらやってきます潮干狩りで、去年はハマグリを狙いに行ったんですけど、今年はアサリを狙いに行きたいと。なおアサリがね取れてるみたいなんで、ここのアサリはね稚魚からこう巻いて、ほんでこの場所で育てて大きくなったアサリなんで、身入りが期待できるんじゃないかなと思います。このね磯遊び兼潮干狩り楽しんでいきたいと思います。取れるかな。でね、1人1袋こういうネットもらいましたんで、このネット1杯までですね取っていきたいと思います。でちょっと日焼けは嫌なんでサンバイザーつけます。でこういう手袋もあるといいですね。今日はねこうやって岩場なんですよ。こういう岩がゴツゴツしてる感じなんですよね。で潮干狩りってこうサラッサラのところでやるイメージがあるじゃないですか。で僕らの方の地域ってこういうゴツゴツとした岩場で取るっていうのが主流なんですよね。今はアサリがね卵をたくさん持って身がパンパンなはずなんでね、そんな美味しいアサリをたくさん取っていきたいと思います。で潮干狩りはねああやってみんなが掘ってる場所、そういうところにいますんで、そこを目指していく。まだ完璧にね干潮ではないのでまだ水が多いですよね。でこういうところはもうだいぶ掘られてますよね。こうやって黒いのがね出とるところ、こういうところはダメで、個人的に熱いポイントってこういうところなんですよ。実はこういう海藻があるところ、こういうところマジで熱いっす。ほらもう出てきたアサリ1個出てきましたね。これ入ってますね。ほらもうめっちゃもう1個見つけるとどんどん出てきますね。ちょっとでも小ぶりなのが多い。もっと大きいの欲しいですよね。このぐらいのサイズ、これはねリリースですね。でもこのぐらいはまあ取ってってもいいかなっていうサイズ感ですかね。ちょっと待ってくれ、これどんだけ出てくるのこれ。この一つの穴でほら、あこれいいな、このぐらいのサイズいいですね。ほらいっぱいこうやってゴロゴロ出てきますよね。ほらうわすげえすげえすげえ、なんかおった。潮干狩りによくおるやつ、石どかしたら出てきた。こいつなんていう名前だっけな。こいつこの山椒魚みたいなヘビみたいなミミズハゼだっけな、なんだっけな、忘れちゃったんですけどね。可愛いですよねこの子ね。こうあるじゃないですか、こう全体的にバーって見て、ここめっちゃ熱いっすよ。海藻がへばりついた石があるじゃないですかここに。ってことはこれまだひっぺがされてここ掘られてないんですよ。この状態で埋まってたんでね。なのでこの海藻が目印、海藻の岩をどかしてどかしてで石をどかして掘りやすくすると。でどかしたらあとはちょっとこうほぐして、ほらもうこれやばくないですかこれもうちょっとほぐしただけでもうこんだけ出てきますからね。ザックザクですよ。ものの5分でこんな溜まりましたね。さあということでね、こんな感じでどんどん掘り進めていきたいと思います。こいつも食ってやろうと思ったんですけど、今こういう状態やばい。どうしたらいいんだろうこれ。粒だけになっていて、あやばい、あちょっと水が浸かってるところに来ました。こういうところの方が意外と取られてなかったりするんですよね。海藻の石をどかして、でどかしたところの砂を拾い上げると。でこの中に入れる。熊手で書いてもいいんですけど、こうやって素手でこうやって入れるのが早いですね。この泥をガシャ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 、そうするとじゃん、うおすげえ。ほらやっぱねあっちにはいない貝が取れましたね。この大きいやつ分かりますかね。これね鏡貝ですね。これ持ち貝とも言って食べることはできるんですよ。たまに市場とかで売ってるんですけど、こいつね砂吐きしないんですよね。だからこれ割ってなんか大アサリみたいにこう砂を直接取ってあげないと食べれないんですよね。何個か取ってきますか。ほんでアサリもほら大きいやつだけこう狙い撃ちできるんですよね。さあそんな感じでどんどん取ってきます。もう1袋は埋まっちゃってるんで、あとカメラマンさんの1袋分も取って帰りたいと思います。それじゃあ帰宅。ただいまということで帰ってまいりましたと。アサリたくさん取れました。そしたらこちらのアサリ、身の中に砂を含んでます。なのでこの身の中の砂を抜いていく作業、砂出しをしていきます。砂出しはだいたいね半日から1日海水につけておけば OK って感じなんですけど、砂出しする前のポイントとして軽くこれを真水で洗います。ザルにまずアサリをぶちまけます。ザーっとね。ちなみにこれが2袋分ですね。カメラマンさんの分も合わせて2袋分。で、こんだけ取れました。こんだけで2000円は安いですよね。ほんでね、今年はなんかアサリの生育があんま良くないらしい。なんか張り紙書いてありました。どうなんでしょう。身は入ってそうな感じはするんですけどね。食べてからのお楽しみですね。そしたら、ザルに開けましたら、真水をかけます。軽くザラザラーっと洗います。そうすると、アサリの表面についてた砂が全部落ちますんでね。で、これするときは必ずザルに入れて、これ流水で流してください。溜め水でやっちゃうとアサリ弱っちゃいますんで、こうやって流水で
綺麗にこうやってできるだけ砂を落とすと。はい、落ちました。そしたら次は爆弾チェックやっていきます。これ潮干狩りでアサリ取ってきた方、必ずこれやってください。爆弾って何かと言いますと、こうちょっと見えてますよね。こういう風にパッと見は中身入ってそうなアサリなんですけど、実は中空でしたっていうやつ。これを爆弾と言います。でなんで爆弾かと言いますと、これは空っぽですけど、大体ね、中に泥がたくさん入ってるんですよ。だからこれを取り除かないでお味噌汁とか料理に入れてしまうと、もう料理が台無しになってしまいますので、この砂出しする段階で抜いておくのがベスト。やり方は結構いろいろあるんですけど、こう一個一個こうやってね、爪をこうやって挟げて、よしこれは入ってるとかで選別すると、もう日が暮れますよね。なので、簡単なやり方。こういうバットを用意して、流水で洗った、こちらのアサリですね。それを、ちょっと高いところから、パッと落とします。で、爆弾がある場合は、こう、泥がね、ビチャってなるんですよ。で、ビチャっとなった場合は爆弾入ってますんで、さらにこうやってチェックして、カラカラっていうものを取り除くっていう感じですね。もうこの中は爆弾入ってないと思います。こんだけやっても泥出てきませんのでね。これはクリアです。で、クリアしたら、こういう入れ物、潮干狩りで使ってましたよね。水が溜まってて、ほんでさらに、こう、ザルが入ると。で、こうやってちょっと底を浮かしとくのがポイントですね。なんでかというと、アサリをこう入れて、アサリが砂を吐きました。そうすると、吐いた砂は下に溜まります。下に溜まることによって、もう一回アサリがその砂を吸うことがないんですよね。なので、ちょっと浮かしてあげるっていうのがポイントですね。100均とかでこれ売ってますんでね、結構潮干狩りでは便利な術です。そしたら洗って爆弾処理 OK のものはこの中に入れていきます。で、海水はね、現地のものを取ってきました。自宅で作ってもいいんですけど、やっぱり現地の海水が一番元気に塩吐いてくれます。こういう感じでやっていきます。取るときにね、だいぶ僕も気をつけて取ったんで、そんな爆弾はないです。これ鏡貝ね、これ結構取れました。で、皆さんね、潮干狩りでこれ見つけると、うわ、ホンビノス貝だって喜ばれる方おるんですけど、ホンビノスじゃないんですよね。これホンビノスだと思って食べると大変なことになりますから、口の中砂だらけです。で、あんまりね、ホンビノスに比べて旨味はないので、これはホンビノスじゃありません。今日もちょっとこれ食べてみますかね。で、こういう殻があったら取り出すと。あ、ちょっと待てよ。ちょっと怪しいな。ここわかりますかね？今落とした時に、これザーッと出てきたんですよ。ってことは、この中に爆弾があります。で、怪しいやつは泥をまとってます。あ、ここで一回刺激が当たって、中の泥が出てますんで、ほら手もね、泥だらけになってますんで、絶対この中に爆弾います。で、僕ね、大体もうわかりました。犯人は、こいつだと思います。こいつ。パカッと。ほら、泥がいっぱい入ってますね。こんなのがお味噌汁に入っちゃうって想像してくださいよ。恐ろしいですよね。これは取りましょう。で、1個見つけたらもう一回最初から。これほんとね、爆弾チェックは、意外と皆さん潮干狩り行った後やらない方多いんですけど、これ絶対やんなきゃいけない作業なんですよ。まだ泥が出るなぁ。どっかにおるなぁ。で、どっかにいるのはわかるんだけど、うまく探せない場合は、この技使ってください。両手に持って、この技。殻があると、カラカラって音がします。詰まってるとこの音。これ。外れの入ってる音をします。この音。はい、入ってましたね。あ、泥入ってます。こっちと、こっち。音違いますよね。こっちは OK。なので、さらに2つに分けて、3、3にして、はい、こっち、タラカになりますね。こっち、ずっしりした音。こっち OK。クリア。で、この3つの中に入ってます。はい、こいつでしたね。パカッと。うわ、これ、爆弾ではないんですけど、なんだろう、身がやせやせですね。腐りかけみたいな感じですね。てかね、ちょっと僕、これ、やってて思ったんですけど、このアサリあんま良くないかもしれない。身入りがかなり悪いかも。去年僕、梶島っていう島に行って、アサリを取ったじゃないですか。あれめちゃくちゃ物良かったんですよ。それに比べると、こいつはね、あんまり良くないかもしれない。梶島のアサリが身入り 100% だとしたら、多分こいつ身入り 60% ぐらいかな。まあそれもリアルでいいでしょう。梶島行きたかったんですけど、今日やってなかったんですよね。そしたらこちらの状態に、なんか蓋かなんかかぶしておいて、暗くして1日砂抜きをしていきたいと思います。それでは1日後に移動。はい、ではではどんな感じですかね。おー、いい感じにみんな目出してますね。さあ、もう砂抜きはバッチリです。ほら、こんな砂が溜まってます。これ全部アサリから出た砂なんですよね。そしたらこの状態になったら洗います。はい、綺麗に洗いましたと。そして今日はこちらのアサリを使って酒蒸しを作っていきたいなと
でもやっぱアサリって酒蒸しが結局一番うまいのかなと思いますよ。ほんで、このアサリね、身が詰まってるかちょっとわかんねえな。なんでかというと、このアサリにね、どれも身がはみ出てないんですよね。この時期身がパンパンのアサリっていうのは、殻から身が出ちゃってるんですよね。収まりきらなくて。それに貝殻も薄くなってるんで、あんだけガチャガチャ洗うと、貝殻が割れちゃうことが多いんですけど、貝殻もめちゃくちゃ分厚いんでね、ちょっと身入りがすごく心配。なので、ちょっとサクッと酒蒸しで食べてみます。どんな身入りなのか。そしたらじゃあ大きいとこ寄り抜いて酒蒸しにしていきますか。良さそうなとこね。で、鏡貝も食べてみましょう。ちょっと持ってきすぎたな、鏡貝。鏡貝も持ち帰ってくるときは、袋の中に入れて持ち帰らないとダメなんで、結構かさばるんですよね。鏡貝1個入れると、アサリ4つ分ぐらい入らなくなっちゃうんですよね。これもったいないですね。こんなに持ってきちゃった。で、後のアサリは、この状態で小分けして冷凍しておきます。アサリは、一回冷凍すると、出汁がより強く感じるような気がします。ただ、身を食べるんだったら冷凍しない方が、プリッとして旨味が強いと思う。そしたら、お鍋にアサリ入れて、で、アサリの酒蒸しいろんな作り方あります。お酒と、あとちょっと出汁を入れて、お吸い物感覚の酒蒸しにするとか、あと唐辛子を入れるとか、ニンニクを入れるとか、いろんなやり方あるんですけど、アサリそのもののポテンシャルをチェックするっていう時は、ちょっといい日本酒を一振り、ちょこっとだけ。もうこれがね、結局一番なのかもしんないですね。まあその日の気分にもよるんですけど、あんまりお酒も入れすぎないっていうね。アサリから水分出ますんで、これ十分です。で、蓋をして蒸します。はい。できましたと。やはり身入りはあまり良くないな。まあ普通じゃんって思われる方いると思うんですけど、この時期のアサリで、この身入りじゃダメなんですよ。スカスカなんですよね。うわ、ダメだったかー。でもこれちょっとボツにしたくねえなーっていうのはあるんです。正直こういうのあんま印象良くないんで、僕の住んでる地域のマイナスなイメージになっちゃうかもしんないんですけど、でもこれリアルなんでね。ちょっと食べてみます。味は美味しい。うまい。砂もバッチリ抜けてますね。でもこんなもんじゃねえんだ。この4月5月の産卵時期のアサリっていうのはもうね、すごいの。ちょっとこっちも食べますか。鏡貝。これが鏡貝です。もうこれ、見た段階で、この砂がまだ入ってるの分かりますよね。これ砂一回洗います。綺麗に洗いました。そしたら、こうやって酒蒸しのタレをつけて、いただきます。まずい。中に入ってんだ、砂が。でもまずいっていうほどでもねえか。美味しくない。微妙だな。なんか癖があるな。すごく調理が難しいですね。このアサリは、まあ、出汁用だな。ほんで、多分そんなことだろうなと思ってですね、もう一種類アサリ買ってきました。じゃん。はい。こちらも愛知県産のアサリなんですけど、取れた場所が、鍛冶島という無人島で取れたアサリでございます。以前こちらの動画で僕も掘りに行きましたよね。そこのアサリです。同じ時期、同じ県でも、ここまで違うんだよっていうのがね、もうわかると思います。まず見た目いきましょうか。わかりますかね。もう、締まりきってないですよね。これもう開いちゃってますよね。もうこれ以上締まんないです、絶対に。身が入りすぎちゃって、もう殻が締まんないんですよね。もう、最高です、これ。見た目はそんな変わりませんよね。これ取ってきたやつ。で、これ鍛冶島のやつ。ちょっとこれも同じように酒蒸しにしてみましょうか。よーく洗ったアサリを入れて、で、お酒を少し。で、蒸していくと。はい、開いてきましたと。いきますよ。はい。全然違うわ。何これ。この身入り見てください。このパンパンに詰まってますよね。これが今の時期のアサリなんですよね。こんなんもうほんと隙間ないじゃないですか。こっちが鍛冶島、こっちが僕の取ってきた方のアサリですね。同じ愛知県でもこの海の環境、このプランクトンの量とかでもうここまで変わるんですね。ちょっと食べてみますね。いただきます。この美味しそうなとこ。うめえ。満足感がやばい。クリーミーなんだよ。うめえ。値段はむっちゃ高いですけどね。普通のアサリの倍ぐらいの値段はするんですけど、うまさが10倍ぐらい違うんですよ。濃厚すぎて、なんか、何個でも食べれるって言えないですね。20粒ぐらい食べると、満足お腹いっぱいって感じになるぐらい。このぐらいクリーミーで食べ応えがある。
まあ、鍛冶島のアサリはすごい美味しいよと分かりました。僕の取ってきたのはこちらの子なんで、なんかもう一品作りますか。パスタでも作りますか。ボンゴレ作りましょう。めっちゃパスタ苦手だけど、ボンゴレ好きなんですよね。じゃあボンゴレを作っていきたいと思います。で、ちょっとアサリ多めに入れましょうね、今日は。材料はまずアサリですね。1人前でこのぐらい入れちゃいましょう。そして、ニンニクですね。ニンニクはこれ、沖縄で買ってきました島ニンニク使います。これ香りと旨味が強くていい。そして、こちら、鷹の爪ですね。軽く洗って、OK。で、あとはパスタですね。そしてオリーブオイルですね。そしたらまずはパセリを刻んでいきます。はい、OK。そしたら鷹の爪は中の種だけ抜いておきましょう。で、ニンニクですね。ほんで僕ね、最近思ったんですよ。ニンニクみじん切りにするのちょっとめんどくさいじゃないですか。ブンブンチョッパーこれでやると早いんですよ。ブンブンチョッパーニンニクでやると、こうニンニクの匂いがずっと容器についてる気がしちゃうんですよね。なんで僕これニンニク用に買いました。もうこのブンブンチョッパーはニンニクだけをみじん切りにする用。そうするとめちゃくちゃ便利です。これ引くだけで。あっという間にみじん切り。もうほんとこれ便利なんですよね。さあ、そしたらフライパンにまずはオリーブオイルですね。さーっと。そしたらそこにニンニクのみじん切り。そして鷹の爪。で、ここに火をかけます。で、このタイミングでパスタも茹でます。ニンニクと唐辛子の香りをしっかりと立てていきます。ボンゴレのいいところはね、比較的簡単なんですよね。よし。こんな感じ。香りが出てきたら、ここにアサリをドカーンともう一丁。で、これで絡めていきます。で、そこにパセリですね。お水も少し加えます。で、蓋をしてアサリが開くのを待つ。はい、こんな感じ。アサリの口が開きましたら、アサリは一度取り出します。はい、これでアサリのスープがたっぷり入ったジュースの完成ですね。で、ここにほんの少しお醤油入れます。今日は韓国のジン醤油ですね。僕がケジャンで使うやつ。ちょこっと塩味を入れます。そしたらここに茹で上がったパスタを入れます。で、このスープをたっぷりパスタに吸わします。で、吸わしてる間にもうちょっとでもこのアサリの殻を取っておく。もうタイムリミットだな。はい、タイムリミット来ました。いい感じにパスタがソースを吸いまして、このぐらいになったらこの剥いたアサリを入れて絡める。よいしょ。はい、こんな感じ。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、こちらアサリのボンゴレ完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。アサリのボンゴレちゃん。さあ、じゃあこちらいただきます。うまいけどちょっとしょっぱいかも。アサリから思ったより塩分が出たな。もうちょっとアサリざるに置いといて塩抜きせなあかんかったかな。ちょっとしょっぱいかな。でもうまい。やっぱりね、シンプルだからこそ素材の味が試されるね。このアサリもね、鮮度がいいから出汁はうまい。で、ニンニクがやっぱうまいわ。島ニンニク最高にうまいじゃん。すげえ好き。はい、ということで今日はこちらの自分で取ってきたアサリで作ったボンゴレビアンコときましたら、お飲み物こちらやっていきたいと思います。せーの、じゃーん。銀色のやつ、ジョッキ噛んでいきます。じゃあいただきます。濃いパスタにも合うんだよな、この銀色のやつっていうのはね。じっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は自分で取ってきたアサリを使って
アサリの酒蒸しとボンゴレ作ってみましたけども、やっぱり潮干狩りは楽しいですね。ちょっとね、身入りは残念でしたけどね、かなりリアルな動画になったんじゃないですかね。潮干狩りイコール身がパンパンに詰まってるってわけじゃないんですよね。アサリは同じ産地でもあそこまで違うんです。比較的今店屋さんに売ってるアサリはね、割といいと思います。逆に店屋さんで買った方が外れはないと思います。店屋さんは身がカスカスなものを売っちゃうとクレームとかの原因になっちゃったりするんでね。今アサリがめちゃくちゃうまい時期なんでね、皆さんもぜひアサリ召し上がってみていかがでしょうか。というわけで今日はありがとうございました。バイバイ。